ドクター、私は訳した通りに現れた。もうそのビデオを再生し続ける必要はない。喉の抑制装置が解けてから、私はずっとミス・クリスティーンに助言を求めてきた。歌声を人々の意識に浸透させながらも、彼らの精神を損なわぬ方法についてな。成果の確認がしたい？以前、子守歌を歌ってほしいと言っていたな。あまり得意ではないので、まだ練習が必要だ。クリムゾン劇団の団員たちは、批判を拒み、映像を蔑むことが、彼らの臆病さと凡庸さをあらわにしていると、微塵も気づいていなかった。かつての私は、嫌悪感から、自身の演技が記録された映像を見ることを避けていたが、今は、その手に持つ映画鑑賞権を隠す必要はない。君の正体を受け入れよう。誰かが私を探している。世を厭い、渇え、混沌の中で力の限り叫び続け、迷い狂える者たちのために作り主を求めている。トラゴーディアが死ぬはずがない。階段の下に倒れるのは無数のかけらで組み上げられた偶像だけだ。そう、まるであの孤独で狂気に侵された演出家。変質なる魂。今は亡きかの者のように。この評価報告書には目を通した。ポリニック城は私にしばしの前線離脱を進めたいらしい。確かに、常に意識が明瞭であるわけではないな。長年の間まとわりついている幻覚は、すでに私にとって数少ない友となっている。だが、私は依然として君の資格だ。呼べ。私に最も得意な仕事を完遂させてくれ。もう間もなく私は仲間と旅立ち、劇団長から仮面を授かった信徒を探しに向かう。たとえ彼らがとうに理性を捨て去り、暴力に染まっていようと、私はただ彼らのために創作し、演じ、夢を紡ぐだけだ。彼らが絶望から覚め、鏡に映る惨めながらも自由な魂を見つめ直し、歓喜するか、悲嘆するまで。本館に帰ってから、数人の見知らぬオペレーターが映画鑑賞サークルへ誘ってくれた。エンジニア部のブラッド・ブルードのお嬢さんの私への態度も和らいでいる。劇作品は、心広く銀幕の外のものに光を添える。ロドスの者たちは元から私を信頼している？彼らはもう少し慎重であるべきだ。美を滅ぼすことは、美を表現するよりも高悪的なものだ。私も力を尽くしてこの衝動を抑えている。だが、血塗られた創作欲から逃れるのは容易ではない。それは、劇団で唯一、憎しみと愛に触れられる口実、観客を魅了する毒、切り離すことも、言葉にすることもできない、私の一部なんだ。思い出さねばならない。陰謀を、虐殺を、虚飾の演技を。創作は果たして私を影から遠ざけているのか、それとも近づけているのか。死によって再燃した渇望は、いつの日か燃え盛る炎となるだろう。ドクター、それを注視し、理解し、認めあるいは否定をするんだ。決して止めぬように、目を閉じて。闇夜が君の意識を覆い、鋭い不快感はすぐ消えるだろう。教えてくれ。どんな光景を見たいのか。進む船に、花の咲き乱れる地、それから私たち。それだけなのか。
オペレーターたちの好奇の眼差しをしばし避けることを許してほしい。長く続いた劇にようやく幕が下り、私も考えを整理する時間がいる。ドクターなら理解してくれるはずだ。機関登録にはランクウッドのサイン体で書かないといけないのか？憎しみの支配から解かれたら、彼らはどう動くのか。悪夢のただ中から覚めても、なお闇夜にいた。それでも私と共に歩んでくれるのか？ドクター。トラゴーディアの印が刻まれた勲章は、劇団員の栄光であり、思考と審美感を閉じ込める懲役であり、そして私が繰り返し断ち切ろうと試みた、苦痛にまみれた過去でもある。だが、君に贈られたのは、心よくも楽しい気持ちになる品物だ。大切にしよう。舞台は整った。導きと支配は紙一重だ。争いの匂いというのは、かくも懐かしい。舞台から見下ろす先、客席には誰もいない。私は私を演じよう。舞台に上がろうと上がるまいと変わらない。私はどこにでも存在する。足元の影は君のものではない。殺意が体を乗っ取る。憎悪が君の代わりに語る。私の歌声に抗う必要はない。耳を澄ませろ。君の導きに従えばいつも理想の結果がたやすく得られる。私は警戒すべきだ。幕引きにはまだ早い。逃げろ。悪夢に再び追いつかれるまで。君の心に描く結末でないのなら、書き換えてしまえ。壁の映画ポスターを少し撤去できないか。この衣装は確かに仰々しすぎるかもな。完成度が高いとは言えない一幕ものだが、君は最初の観客になってくれるか？アークナイツ。過去と殺戮を捨てれば、ランクウッドは休暇に適した場所だ。オリジニウム結晶に貫かれたこの喉は、残酷な狂気ではあるが、芸術に酔いしれた証でもあるんだ。今や私はついに歌う術を取り戻した。君が気にしないなら、君の願い通り、少し遅れた誕生日の歌を捧げよう。おめでとう、ドクター。もしかすると、今君を乗せて航行しているこの艦船は、透明なガラスに映る巨像で、ロドスも君の紡いだただの幻かもしれない。だが、夢から生まれた感情であっても、深く心を打つものだ。もし君がこれを美しい夢だと思うなら、もうしばらくの間、覚めないでいてくれ。新しい日々は次々にやってくるが、影は古き日の隙間にすくったまま消えようとしない。ドクター、どうか後悔の感情や運命への呪いに端的しすぎぬように気をつけてほしい。失敗も不安も恐怖も受け入れ、そして歩み続けるんだ。